皆さんこんにちは。ジャパニーズポッキャス with 花へお越しくださりありがとうございます。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今回は運動というテーマでお話ししていこうと思います。皆さん運動は好きですか？または定期的に運動をしていますか？これを聞いてくださっている方がまだ学生とか高校生なら、意識しなくても体育の授業があったり、強制的に運動をしなければならない瞬間ってたくさんあると思うので、何も気にしなくていいかと思うんですけど、大人になればびっくりするぐらい運動する時間って減るし、意識しないと体を動かさずとも一日を過ごせてしまうので、運動する時間って本当に意識して取らないといけないなと感じる日々です。大人になったら体育の授業があるわけではないし、誰かに強制させられることはないけど、日々忙しい中、毎日仕事があって家事もしないといけないなど、いろいろ忙しいとは思うんですけど、それでも土日とか休日にジムに行ったり、何か運動している友達を見れば、やっぱり体力つけるの、運動するのって本当に大事だなと感じます。やっぱり定期的に運動している友達は一生元気だなっていうイメージがあって、体力も精神力も鍛えられるんだろうなって本当に思います。日本はだんだん寒くなってきて、冬になってきて、運動よししようっていうね、季節ではないかもしれませんが、運動って大事だなと感じたことがあったので、今回は運動についてお話ししていこうと思います。といっても何か専門的な話をするわけではなくて、私が今までどんな運動をしたことがあるのか、どんなスポーツをしたことがあるのかっていうのと、あとはこれからやってみたいものとか、そういうのをね、ゆるく雑談みたいな感じで話していこうかなと思います。皆さんも散歩しながら、家事をしながら、通勤中、通学中など、ちょっと移動している時、体を動かしている時なんかに聞いてもらえるといいかなと思います。ではまず皆さん、運動って聞いたら何を思い浮かべますか？一人で家の近所を散歩するとか、ランニングしたりもあるだろうし、ジムで鍛えたりっていうのもあるだろうし、友達と一緒にサッカーとか何かチームスポーツをやるっていう人もいるかと思います。こういうのすべて運動ですよね。本当にジムに行ってめっちゃ鍛えるとかじゃなくても、全く普段運動していない人からすると、ちょっと家の周りを散歩したり、仕事中、休憩時間にオフィスの周りを15分散歩しようとかもね、これも立派な運動だなと思います。私も散歩はよくします。家の周りを散歩することが多いです。いろいろ考えながら散歩するのもそうやし、いろんな建物とか街の風景とか見ながら散歩していると、気づいたら15分、20分余裕で歩いているなっていうことがあります。なんか歩くって移動手段で考えたらめちゃめちゃ遅いし、じゃあもう自転車乗ろうよ、車でどっかドライブしてどっか行こうよってなるんですけど、やっぱりこう風を感じながら歩く、太陽の光を浴びながら歩くっていうのは、めちゃめちゃ気分がリフレッシュできるので、私は好きだし、おすすめです。で、私は散歩をしながら、こういうなんか言語系のポッドキャスト、英語とか韓国語のポッドキャストを私はよく聞くんですけどね、そういうちょっと何か言語学習の時間としても散歩はめちゃめちゃ好きです。で、皆さんもね、スポーツ本当に一切何もしたことないよっていう方は、少ないかなと思います。私の周りで見てみても、何もしたことないっていう方はいない気がします。みんな何か一つスポーツ習ったことあるよ、経験したことあるよっていう方がね、多いんですけど、皆さんはどうですかね？何かスポーツ習ってたよ、運動してたよっていうことありますか？または今も定期的にやっているよっていうスポーツ、何がありますか？スポーツじゃなくてもジムに通ってるよとか、いろいろあると思うんですけど、皆さんはどんなことをやっていますか？やっぱり国によって人気なスポーツとか、あとやりやすさっていうのも違うかなと思います。例えば野球とかだったら、野球の野球場があった方がちゃんと練習できるし、やりやすいっていうのもそうだし、テニスとかラケットを使う
コートが必要なスポーツも、そういうのが近所にあるかどうかっていうので、やりやすさとか人気っていうのも変わってくるかなと思います。で、私が今までやったことあるスポーツを時系列順に話していこうかなと思います。時系列っていうのは時の流れに沿ってってことなので、私が小さかった頃から今に至るまでどんなスポーツをやったことがあるかっていうのをお話ししていこうかなと思います。私が初めてちゃんと習ったクラブチームとかそういうのに入って教えてもらったスポーツはサッカーでした。サッカーが私が初めて習ったスポーツでした。私は小学生の時に、5年間サッカーをやっていました。サッカーって聞くとどちらかというと男性がやっているイメージがあるかもしれませんが、それは日本も一緒で、私がサッカーをやっていた時も周りはほとんど男子でした。じゃあ、女子に人気があったスポーツでもないのに、なんで始めたのって思う方もいるかもしれませんが、それは私がめちゃめちゃやってみたくて始めたというわけではなくて、私の兄がやっていたんですよ。なので、私の両親はもうほぼ強制的に私にもやれみたいな感じで、私はサッカーを始めることになりました。で、周りはほとんど男子、上の学年の人も、下の学年の人もほとんど男子だったんですけど、私と同じ学年に女子が4人いたんですよ。で、4人もいるっていうのがめちゃめちゃ珍しくて、で、友達と一緒に私はサッカーを習っていたって感じなので、そのおかげで5年間続けることができました。でもですよ、その友達がいるって言っても、私がめちゃめちゃ始めたくて、やってみたくて始めたわけではないので、やっぱりやらされてるものって全然好きになれないんですよね。それを小学生の時にすごく実感しました。強制的に始めた習い事でもやっていたら好きになったとか、だんだん上達していったらやる気出てきたっていう子もね、たくさんいるかと思いますが、私はそうではなくて、もうなんか初めがやらされているところから入っているので、全然好きになれなくて。で、最終的にはもう本当に練習に行くのが嫌すぎて、週3回ぐらいのサッカーの練習がある日が辛すぎて嫌すぎてやめました。で、辞めた後はもう心も体も超すっきり、やっと解放されたみたいな気分になって、めっちゃ嬉しかったのを覚えています。どんだけ嫌やってんって、じゃあもっと早く辞めたらよかったんちゃうって、思うかもしれないですけど、そういった子供の時の思い出もあります。でも、別に特別嫌な思い出があるとか、一緒にサッカーしていたこと、めっちゃ喧嘩して嫌になったとか、そういう特別悪い思い出が嫌な思い出があるわけではないです。そういうわけではないんですけど、多分その激しいスポーツが私には合っていなかったんだなと思います。サッカーって一つのボールをね、11人対11人で奪い合ってゴールに入れるっていうスポーツじゃないですか。で、そのボールが飛んでくるのがめちゃめちゃ怖かったし、人とぶつかり合ってまでボールを奪いたくないしっていうのでね、もうシンプルに合っていなかったんだなと思います。で、今は見るのは好きです。サッカーの試合を見るのは、機会があれば行くかなぐらいです。日本には J リーグというサッカーの、リーグがあるんですが、その試合をね、1年に1回ぐらいなんか見に行ってるなと思います。なので、そのサッカーっていうもの自体を根本的に嫌いになったわけではないんですけど、私はやる人ではないなって思いました。その友達と気軽に遊ぶぐらいだったらいいんですけど、自分がね、その一生懸命練習して、試合に出てみたいな、そういうのは向いてないなって思いました。で、そのサッカーがそんだけ嫌いだったら、運動も嫌になってしまうってこともあるんじゃないって思うかもしれないんですけど、私はそうではなかったです。むしろ体を動かすこと自体は好きでした。で、小学生の時にサッカーをやっていたんですが、中学生になってからは陸上部に入りました。皆さん陸上って何かわかりますか？陸上は英語で言うと track and field って言うと思うんですけど、その陸上部に入りました。
陸上は走ったり、飛んだり、ジャンプしたりですよね。短距離走、100メートルとか200メートルの走る競技があったり、ハードルとかね、幅跳びとか高跳びとか飛ぶ競技があったり、ハンマー投げとか槍投げとかね、何か投げる競技があったり、そういう競技をまとめて陸上と言います。で、私はその陸上部に入りました。なので中学3年間はもうただひたすら毎日走っていました。ただただ走る競技なので、もう己との戦いですよね。自分との勝負。自分がどれだけ頑張れるかっていう勝負だったなと思います。で、高跳びというハイジャンプという競技もやっていたんですけど、これもまた私には全然向いていないということだけが分かって、終わりました。もうシンプルに全然飛べなかったです。向いていなかったです。で、私が高跳びという競技を練習していた時に、女子3、4人ぐらいで練習していたんですけど、その時にね、横から陸上部の男子がバーって走ってきて、その私たちが練習しているバーをぴょんってめちゃめちゃ軽くね、ぴょんってバーを越えたんですよ。で、もちろん男子だったので、身長差とかね、体格の差とかいろいろあるとは思うんですけど、それでも私たちが一生懸命練習している高さを、なんか3秒ぐらいでバーって走ってきて、ぴょんって飛び越えていく姿を見て、あ、向き不向きってあるんだなって本当に思いました。もちろん、どんなスポーツであっても練習すれば、誰だってある程度は上手くなると思うんですけど、やっぱり限界ってあるなって感じました。そのスポーツにしても向いている向いていないってあるなって感じました。で、そこで中学3年間ですね、走るのは嫌いではなかったですけど、本当にただただシンプルにしんどい日があったり、ああ、この競技向いてないなっていうのが分かった3年間だったなと思います。でも、そのめちゃめちゃ辛い思い出が残っているかというと、またそうではなくて、私は陸上をね、仲のいい友達とみんなでやっていたので、毎日楽しい日々を過ごしていたなと思います。で、高跳びってマットがあるじゃないですか。バーを飛び越えた後に着地する部分に安全に着地できるようにマットが置いてあるんですけど、そのマットに練習が終わった後にみんなで寝転がって、夕方の空を見上げて、うわ、綺麗やなって友達と言い合っていたことだけ覚えています。それはなんか鮮明に今でも覚えています。もちろん、マットに寝転がっているところを先生に見られたら、おい、何してんねんとか、はよ片付けろみたいな感じで怒られるので、先生がいない隙を見つけて寝転がってっていうのをしていた記憶があります。そんな感じで毎日走って走ってしんどい部分もあったけど、マットに寝転がって、うわ、空綺麗みたいなちょっと癒しの瞬間もあったなって思います。で、サッカーと陸上が私が何年も練習して、経験したスポーツでした。で、これ以降は高校生になった後はもう何もね、スポーツは習わなかったです。私が通った高校にもいろんな部活、いろんな運動をするクラブはあったんですけど、私はそういう運動とかはせずにずっとバイトをしていました。でも高校生なので体育の授業があって体を動かす運動をする授業はあったので、運動不足というわけではなかったです。そして子供の時から運動をたくさんしていたからかはわかんないですけど、高校で運動をする頻度が減ったにもかかわらず、高校生になって毎日運動する習慣っていうのはなくなったんですけど、うわ、もう運動めんどくさい、嫌やなとか、スポーツの授業嫌やみたいな、そういう風にはならなかったです。学校の授業でも机に座って勉強する教科、ほとんどそうだと思うんですけど、特に数学とか理科とかそういうのがめちゃめちゃ苦手で、でも体育の時間、体を動かせる時間が唯一リフレッシュできる時間だったなって思います。そのぐらい私は体育の授業とか、体を動かすこと自体は好きでした。で、大人になったら強制的に無意識に運動をする機会ってやっぱり少ないなって思います。
でもその子供の時の運動習慣なのか、私の遺伝なのかはわからないですけど、運動したくないとか苦手とかもう嫌や、しんどいって思うことはほとんどないです。どっちかというと1週間ぐらいもう何も運動せずに仕事ばっかりしているってなると、うわ、そろそろ運動したいなってなってきます。もちろん毎日ジムに行って何時間も運動してというわけではないですけど、ちょっと体を動かしたいなとか、散歩でもいいから行きたいなとか、お家でね、YouTube の運動系の動画を見ながら、20分とか30分ぐらい体を動かしたいなっていう風に、なんかもう自動的になっています。なのでこのマインド、遺伝、習慣、どれかはわからないですが、運動しようっていう気持ちはずっとあるので、ああ、もう運動した方がいいのは分かってるけど、でも嫌やっていう気持ちはないのでね、そこはめちゃめちゃラッキーだなって思います。で、運動が苦手な人はいろんな理由があると思うんですけど、ただもう外が暑いから、外が寒いから、外に出たくない、運動したくないっていう人もいるだろうし、もうそんなんしんどいから嫌やっていう人もいるかと思いますし、あとは習ったことがないから何をどうやって始めたらいいかわからないっていう人も、いろんな人がいるかなと思います。そういう方で運動したいっていう方は、まずはちょっと散歩に行ったりジムに行ったり、一番初めだけジムのパーソナルトレーニングに申し込んで、いろいろ教えてもらったりっていうのはいいかなと思います。で、今までしたことがある運動だったら、さっき言ったサッカー、陸上になるんですけど、だいたい思いつくようなスポーツは学校でやったりとか、数日間体験してみたりっていうので、いろんなスポーツをやったことがある方だろうなって私は思います。で、あとはやっぱり今は冬だから、スキーとかスノーボードをやりたくなるなって思います。私の住んでいるところでは雪がほとんど降らないし、スキー場からも遠いので、毎年毎年スキーに行こう、スノボをしに行こうって、そういう風にはならないです。で、私も今まで多分人生で5回ぐらいだけしたことがあります。スキーもスノボーもどっちもしたことがあるんですけど、合計でも5回ぐらいだと思います。で、このウィンタースポーツやっぱり楽しいですよね。やった時毎回めちゃめちゃ楽しかったです。で、私はそのスキー、スノボーなど1日で習得できるほど運動神経は良くなかったんですけど、それでもやるたびに上手くなっている感じがあって、めちゃめちゃ楽しかったです。で、最後にしたのは多分もう4、5年前になるんですけど、冬が来たらいつもやりたいなって思います。今年も行けるかはわからないですけど、もし機会があればめちゃめちゃ行きたいです。なので、雪が降る地域に住んでいる人、スキー場の近くに住んでいる人は、本当に羨ましいなって思います。子供の時から、めっちゃいいなって思ってました。もちろん毎日雪がたくさん降ると大変なこともたくさんあると思うんですけど、スキー、スノボを週末にできるっていう手軽さは、めっちゃいいなって思ってました。で、やっぱり私はそのスキー場の近くに住んでいないので、行くのにもお金がかかるし、自分のスキーウェアとか、そのボードを持っているわけではないので、やろうと思うと結構お金と時間がかかって、なんかまあいっかって思いがちだったなって思います。でもそんなことを言っているとどんどん機会を逃すので、時間があればね、行きたいなって思います。今、日本は冬なので、ウィンタースポーツが頭に浮かぶんですけど、夏もいろんな夏のスポーツがありますよね。一年中暖かい国だと別に夏のスポーツっていうイメージはなく、毎年毎日ずっとやるスポーツっていう感じかもしれないですけど、私が思い浮かぶ夏のスポーツ、マリンスポーツにサーフィンがあります。で、サーフィンも本当にずっとやってみたいスポーツです。サーフィンは私は一度もやったことがなくて、一番やってみたいスポーツです。で、サーフィンしてる人ってなんであんなかっこいいんって思います。これは男女の性別関係なく、サーフィンをね、している人を見ると、めっちゃかっこいいねんけどっていつも思います。で、そう思うたびに、自分めっちゃ憧れてるんやな、してみたいんやなって気づきます。で、サーフボードの上に乗ってヨガをするみたいな、サップヨガって言うんでしたっけ？
それはしたことがあるんですけど、ちゃんとサーフィンっていうのは習ったことも経験したこともないので、次の夏はやってみたいなと思います。サーフィンは本当にずっと人生のバケットリストに入っているのに、未だにできていないです。海がある、サーフィンができる観光地に今まで何回も行ったことがあるんですけど、なんで今までしてないんやろって、ちょっと今すごく疑問に思っています。なので次、海に行ったりサーフィンができるエリアに行ったら、1回ぐらいはね、ちょっと挑戦してみたいなと思います。で、そんなすぐパッてボードの上に立てるほどね、簡単なものではないと思うんですけど、一度やってみたいなと思います。以上、サッカーと陸上が私が今まで習ったことがあるスポーツと、あとやりたいなって思うのが、スキー、スノボー、あとサーフィンですね。これがパッて頭に思い浮かぶ、やってみたいものです。でですね、やっぱり大人になってからスポーツをしようってなると、ちょっと時間もお金もかかるなって思います。ちょっと運動したいってなっても、なんかサッカーがしたい、野球がしたいっていう場合だと、一緒にやる人がいないといけないし、あとは道具が必要ですよね。サッカーだったらボール1個あれば最終的には大丈夫だと思うんですけど、ちゃんと練習できるコート、場所っていうのも必要かもしれないし、なんかいろいろ手間がかかったり、始めるまでのハードルがちょっと高いなって思います。テニスとかラケットが必要なスポーツもそういう道具をね、最初に買わないといけないと思うので、そうなるとやっぱりハードルが高いですよね。でも運動はしたいし、運動はしないといけないと分かってるから、体動かそうってなったらやっぱりジムに行く方が多いかなと思います。で、ジムだったら世界どこに行ってもありますよね。規模とかクオリティは一旦置いておいて、ジムはどこに行ってもあるかなと思います。私もジムに通ったことがあるんですけど、日本でジムに行ったこともあるし、あとはフランスに留学していた時と韓国にちょっとだけ留学していた時もジムに通いました。で、ここでカルチャーショックとかではないですけど、ジムでもいろんな違いがあるんだな、面白いなって思ったポイントがあったので、それをちょっとだけ話そうかなと思います。ここ数年で店舗数が一気に増えて、人気になったジムがあって、その名前がチョコザップと言います。で、このジムは運動をメインにしたい人からすると、ものすごく物足りないです。なぜかっていうと、運動のね、マシン、機械がめっちゃ少なくて、本当に基本的なやつが一つずつあるかないかぐらいです。だけど、まず値段がものすごく安くて、毎月3000円ぐらいで通えます。で、このジムのメリットは他にあって、運動するだけではなく、セルフ脱毛とかホワイトニングとかネイルエステなど、そういう運動する以外のメリットがたくさんあります。で、これは店舗によって違うんですけど、ジムにカラオケがあったり、ジムにですよ、ジムにカラオケがあったり、ジムに洗濯機があってそれが使えたり、本当にここジムって思うぐらいいろんなものが一箇所に集まったジムがチョコザップです。で、こんなジム私はまだ見たことがないので、日本にしかないんじゃないかなって思ったりしたので、ちょっと紹介してみました。最近は海外展開をしていて、確か台湾にもできたみたいです。なので、初めてジムに行くとか、初めて運動するから、ちょっと本格的なジムには行きづらいし、値段も高いしってことでね、そういう方にはめっちゃおすすめしたいジムが、チョコザップというジムです。で、私も通ったことがあるんですけど、基本的なマシンはあるし、あと、そのちょっと見た目にも気を使いたいから、ホワイトニングしたいとか、エステしたいとかね、そういう時にはめちゃめちゃいいなって思います。で、置いてある、ホワイトニングとかそういう機械ですね、それは、セルフなので、自分でやるようなので、やっぱりエステとかに通ってやるものと比べると、ちょっと威力が弱い、パワーが弱いものなんですけど、やらないよりはやった方がいいかなぐらいの感じで、私はその毎月3000円で運動もできて、そういう自分のね、メンテナンスもできるってなったら、めちゃめちゃいいなと思います。で、これが日本の独特なジム、特徴的なジムかなと思います。で、次なんですけど、私がフランスで通ったことがあるジムなんですけど、
そこは至って普通のジムでした。特にマシンがめちゃめちゃ多くて特化しているわけでもないし、エステができるような場所でもなかったです。ですが、そのジムがある建物が私にとってはすごく魅力的でした。で、そのジムがある建物なんですけど、何か石かな、石とかレンガとか、すごく古い建物をそのまま再利用してジムにしたみたいな、建物で、ちょっと洞窟みたいな雰囲気があるジムでした。で、そんな建物まず日本にはないし、日本では見ることができない建物で、その中にジムがあったので、私にしたらめっちゃ新鮮で、そんな場所で運動できるなんて最高っていう気分で、その建物の雰囲気を味わいたいからジムに行くみたいな感じでした。だから、ジムの内装とか建物自体の雰囲気もめちゃめちゃ大事なんだなってその時感じました。そのジムがある場所が好きとか、雰囲気が好きだったら、運動する以外にももう一つ行きたい理由ができるし、テンションが上がるしってことで、私にとったらすごくユニークで、日本では味わえないジムだったので、もう勝手に運動のモチベーションを上げてくれてるみたいな場所でした。たまたま近所にあった行こうって決めたジムがそういう場所だったので、めちゃめちゃ良かったです。で、毎回ジムに行くたびにちょっと感動していました。で、次は韓国で行ったジムなんですけど、韓国のジムも至って普通のジムでした。ここは建物も普通のビルの中にあるジムでした。で、ジムというか運動以外の何か機会があるわけでもなかったんですけど、うわ、これが韓国のジムかって思ったポイントが2つありました。で、まず1つ目は、タオルや運動着が置いてあることです。そのジムに私が初めて行った時に、パーって周りを見渡すと、なんかみんな同じ服着てるなって思った記憶があります。で、これが最近韓国で人気のジムの服なんかなって、こう運動する服なんかなって思ったんですけど、でも普通の T シャツ短パンなんですよ。なので、へえ、韓国ではこんな服を着て運動する人が多いんやって勝手に思ってたんですよね。で、私はその時韓国語とか全然できていなかったので、多分説明してくれてはいたんだろうけど、全然理解できていないみたいな感じでした。で、なんか何日か行って、うわ、みんな同じ服着てるなと思っていたら、ジムが貸し出している服だったんですよ。で、しかもその追加でお金がいるわけでもなくて、皆さんどうぞ着てくださいみたいな服で、みたいな、そんなんあるんや、めっちゃいいやんって思った記憶があります。で、私は一度も使わなかったんですけど、仕事帰りに行くとか学校帰りにジム行く時に、ジムの服をね、わざわざ持っていたら荷物も増えるじゃないですか。でもそういうのがなくなるので、ジムの服をね、こだわっていたらあれですけど、別に何でもいいっていう人からすると、めっちゃいいな、ありがたいなって思いました。で、日本のジムではこれは見たことがないので、うわ、すごって思いました。で、2つ目、びっくりしたというか、見たことがないものがあったんですけど、それは体を揺らす機械です。これは運動するマシンではなくて、なんかシートベルトのベルトみたいなのが機械につながっていて、で、その台に乗ると、その機械がめっちゃ振動するんですよ。で、この体の筋肉をほぐしたり脂肪を揺らすみたいな機械がありました。で、それがなんかめっちゃ韓国っぽいなって思ったんですけど、その理由は私が韓国でホテルに泊まって、ホテルのジムに行った時とか、何箇所かで見たんですよ、その機械を。なので、韓国にしかないものなんかな、どうなんやろって思ったことがありました。でもそれを使っている方って、なんかどっちかというと、年齢層が高め、50代とか60代以上の人が使っている光景をよく見ていたので、若い人はあまり使わないのかなって思ったりもします。で、そのめちゃめちゃ揺れる機械がどういう効果があるのかは、正直あまりわからないですけど、実際効果があるんですかね？どうですかね？それは私が韓国でジムに行った時に見て、うわ、なんか韓国ってすごく感じた覚えがあります。という感じで、ジムっていう基本的な世界どこにでもある運動をする場所であっても、
雰囲気のいい建物の中にあったり、使われている機械、人気のある機械が国によってちょっとずつ違ったり、ジムというか運動する以外でもジムに行く理由ができるようなね、そういう日本のジムもあったりと、国によってちょっとずつ違いがあるなって思いました。今回は運動についてお話ししてみました。私が今まで経験したことがあるもの、あとはやってみたいもの、そしてジムについてお話ししたんですけど、皆さんが好きなスポーツとか通っているジムで、私はこういうところが好きだなみたいなのがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。当たり前のことですけど、運動というのは体にめちゃめちゃ良くて、運動すると筋肉もつくし代謝も上がって、いいことしかないと思います。で、勉強する前に、日本語を勉強する前とかね、その勉強する前に運動することで脳が活性化されて、記憶力が上がったり、集中しやすくなるみたいです。なので、日本語勉強中だったら、うわ、眠たいな、ちょっと疲れたって思ったら、その時に体を動かしてみるっていうのもありだと思います。そうすることで、体にとってもいいし、脳にとってもいいし、勉強の効率も上がるみたいなね、もう一石二鳥どころか一石三鳥ぐらいあるみたいです。で、あと運動するとメンタルも安定するみたいです。ストレスが減ったり、不安が減ったりと、本当にいいことしかないみたいです。で、運動したことがない方、あんまり習慣化していない方からすると、いや、そんなしんどいことしたら絶対疲れるだけやんとか、ストレスが減るどころかたまる一方やろって思う方もいるかもしれませんが、最初はそうかもしれないですけど、それを乗り越えてやっていくうちに、どんどん体に筋肉がついてきたり、代謝が良くなったり、運動後の快感をね、ちゃんと得られるようになると思うので、あとちょっとダイエットしたいとか思っていたら、体がすっきりして見た目も自分の好きなようになってみたいなね、いいことしかないと思うので、最初はしんどいけど、それを乗り越えると、もうメリットがもうどんどんやってくるって感じなので、皆さんもね、もし運動したことがない、あんまりしていないっていう方がいましたら、何でもいいので、ちょっとやってみるといいのではないかなと思います。で、私もずっとデスクワークで椅子に座って一日を過ごしているので、あ、運動せなって思う機会が本当に多いんですけど、皆さんもね、座っている時間長いなって思う方がいましたら、ちょっと体動かそうみたいな感じで、運動を日常に取り入れていくといいんじゃないかなと思います。で、日本で人気があるスポーツもサッカーとか野球とか、いろいろあるんですけど、皆さんの国で最近流行っているスポーツとか、皆さんがやっている運動など、こういうの楽しいよっていうのがありましたら、ぜひ教えてもらえると嬉しいです。では、今回はここまでになります。皆さん最後まで聞いてくださり、本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。